皆さんこんにちは、フーディーボーイです。このチャンネルでは有名店や予約困難店の動画も人気ですが、普段から新しいお店や穴場のお店を覆面で食べ歩いて日々発掘しています。その中でも今回は僕が今のところ今年で一番感動した穴場のお店を紹介します。それが広尾にある寿司屋のぶさんです。わがままなことを言うと正直本当は紹介せずに自分の行きつけにしたかったぐらいです。でも大将の思いや努力、そしてこの唯一無二なお店の凄さを知ってしまったら、もっと多くの人に知ってもらうべきだと思って密着取材をさせてほしいと僕からお願いすることにしました。こちらのお店は特に地道な努力と膨大な量の仕込みがすごいので、裏側にも密着させていただくことでその凄さを皆さんによりお伝えできると思ってこの企画をやってみました。一日の始まりから終わりまで約14時間にわたって密着させていただいた内容をギュッと濃縮させていますので、かなり見応えのある動画になっていると思います。ですが長い動画になりますので、簡単に要点だけ知りたい人のためにこのお店の何がそんなにすごいのか3つに絞って簡単に紹介します。1つ目が日本料理の技術の幅広さ。大将は寿司屋はもちろんのこと、日本料理を中心に修行されてきているので、一品料理のレベルが高いです。そして蕎麦職人の経験もあり、その時代には休日返上でうなぎ屋さんでも修行していた超ストイックな大将です。2つ目が唯一無二の料理。ただ単に何でも作れるだけじゃありません。他でやっていない料理を提供することにこだわられていて、僕みたいにいろんなお店を食べ歩いている人でも衝撃を受けると思います。3つ目がコスパ。これだけすごい料理を提供していながら、なんと夜は16,500円のコースです。しかも土日限定でやっている昼のコースなら、ほぼ内容は変わらずに13,200円というさらにお得な価格帯で食べられます。具体的に何がすごいのか、仕込みや調理に詰まっている技術、知識を全て惜しみなく教えてもらえたので、詳しく気になる人はぜひ最初から最後まで動画を見ていってください。それでは本編へどうぞ。おはようございます。おはようございます。本日はよろしくお願いいたします。朝早いですね。はい、とんでもないです。今日何時入りですか7時ぐらいですかね。はい。じゃあもう仕込み始まってて、これからずっと営業まで仕込みですか？もうずっとこれままノンストップでやらせていただいて。じゃあもう早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。これそば粉ですか？そうです。今日これもう1日分のそばです。そうです。毎日やってますね。毎日。今日乾いちゃうんで。それって何やられてるんですか？大きいところから厚さを2センチぐらいまで薄く伸ばしてるんです。じゃあ均等にそばの麺の太さがなるようにはい。伸ばしてるって感じです。そうです。初めはすごい肉厚なんで、はい。手である程度まで伸ばしてます。それって今割合はそば粉何割ぐらい？これは8割です。8割。はい。バチってやつです。土日はすごい喉越しが良くなるんで、うちみたいにいろいろ生姜をアレンジするときは喉越しも重視してやるんです。なんでお寿司屋さんなのにそばを組み込もうと思ったんですか？そばの重鎮と呼ばれる方がいらっしゃるんですけど、昔ね、その方の動画を見たんですね。それを見て感銘を受けて、僕もみんなそば打ちたいと思うようになって、そこから和食やったんですけど、そばも極めたいと思って、作るのが好きなので、なんかクリエイター脳みたいなのがあって、技術を追い求めるのが昔から好きだったんです。で、これで、はい、丸型になりましたね。四つ出しという作品です。そば作ってるところって見れないですよね。いや、見る機会がなくて、やっぱり蕎麦屋さんでも見せるところあるじゃないですか。見るのも食事を美味しくするポイントだと思うんですよ。僕が見るポイントって、味の他にどんな仕事をしてるかってすごい気になります。角を4つ伸ばしたんで、さらに均等にさせていく。はい、今は肉の厚さが均等ではないので、これを1.2ミリまで蒸しています。見るポイントは影ですよね。触っても表面だけじゃ分かんないですそよね。うですね。ちなみにこれは夏の新そば。少し緑がかってるのが分かりますか？はい。目が青いんです。若い目なんで。結構爽やかな香りが楽しめる感じですね。棒も3つあると思うんですけど、これが今巻いてるのがこれ巻き棒といって、長くなったそばを巻き上げる棒ですよね。これが手作りの棒で表面がツルツルしてます。伸ばす用の棒ですか？そうです。これがのし棒です。厚さを確認してます。のしが終わりました。これから畳に入ります。なんで毎日やられてるんですか？フレッシュな方が、僕はやっぱり感触としてはそばは生きてる。やっぱりフレッシュな方が香りが豊かなので。
ちゃいメロンです。そうそう野菜仕込みする上でこだわりとかってあるんですか？形を全部揃えるっていうのをすごい意識します。一つの素材に対して質量を全部整えるっていうのが一番意識することです。形は不均一でも質量を合わせるというのは大事なことですよね。いい野菜を仕入れるコツとかってあるんですか？我々が生産者とつながることじゃないですか。あとはその素材を熟知してるか我々の知識も問われますし。このメロンはどういう感じに仕上げる予定なんですか？葉っぱみたいになってですね。そうですよね。最近季節感を演出する大事なツールなんです。料理に四季を織り込むというのは昔から大事にしていることで、色でも食材を選んでるんです。味だけじゃなくて、視野で楽しんでいただくのが日本料理でもあるので、もちろん味が美味しいのは当然なんですけど、彩りを楽しんでいただく。仕事の始まりでやることって青いもの、茹でるものを一番最初にやるんです。和食には役割分担があって、これを茹でる人に回さなくちゃいけないです。一番最初に回さないと時間を遮ることになりますよね。やるべきことは一度にまとめてやるので、青いものは最初に回すんですね。磨きミシンって乾燥させるやつですよね。普通の蕎麦屋さんはほぼやらないんですけど、僕は全部このように切ります。どれぐらい熟成したんですか？これで3ヶ月ぐらいじゃないですかね。ミシンの米抜きが経験した中で一番難しいですね。これね、沸かさず低温で出しとってます。ブクブク言わない程度。70から80ぐらいで出しとってます。ここだけは沸かすと余分なもの出ちゃうんで、そこは一番出しには向いてないので、初めは水出しで一晩置いて、そこから火にかけて3、40分。そうするとね、色がね、黄金色になるんですよ。料理によって昆布だしを使う料理と、かつおだしで使う料理、2種類ありますので、一番だしの場合はもう即座に揚げちゃいますけど、僕はかなりちょっと濃いだし好きなので、うなぎは過信状態じゃないとうまくおろせないので、これは紅ひとみですね。表面白っぽく見えますよね。これはもう全部油です。大体アワビの大きさとかにはこだわりあるんですか？ありますね。仕上がりが全然変わってくるんで、これでね、大体200ぐらいなんです。食べた時の食感で、複雑であった方が柔らかさって伝わりますよね。これは時間かけて煮上げる方法でやる。何で煮るんですか？これね、薄口で煮るんですよ、僕。ちなみに魚はこれ全部今日使うものですか？今日使うもの全部。はい。油が強いものとかは、やっぱり寝かして置いてますよ。紅ひとみって他の地域ののどぐろとどう違うんですかね？油の乗りが全然違います。この段階で表皮に油が出てるじゃないですか。背開きなんですね。関東は手作りです。関西が腹開きでした。そうです、そうです。皮目の方をギリギリになるべく通すように串入れなきゃいけないんでした。皮目ギリギリだと崩れるんですよ。厳密に言うと皮目より少し上です。炭火焼きってのがやっぱいいですよね。そうですね。炭じゃないと火力が回らないですよね。ニシンの仕上げってもう煮るって感じですか？このまま炊き上げていきます。身がふかしてるのを確認して、もう全然違いますね。はい、戻ってますよね。蒸したのを、今度は裏ごしていきます。
肝を裏ごすのはやっぱり大事なんですか？滑らかさが変わるんで、これは動かさないとクリーミーにならないんです。これを昆布だしに、伸ばしていきますね。最初に取ってた出汁です。そうです。これを煮ていくんですね。茹でる過程でですね、どんどん煮詰まっていきます。くずのでんぷんを固めたものです。はい、今からこれを練り合わせて、はい、火が入るとですね、固まるんです。今これが火が入ってきて、この後ですね、レンコンのすりおろしを入れます。レンコンも同じように火が入ると餅の食感になるんですね。トロですか？中トロですね。中トロ。はい。ここではバーナー一切使わない一です。切使わないです。はい。いい油が出てこないんですよ。あんまりよくないですよ。炭でちゃんと芯までそうですね。火を入れて油を引き出して、そうですね。中から油が出てこないと美味しくないですね。天然の島味です。そうです。貴重なんですよ。めちゃめちゃ貴重です。世に出回ってる島味の 99% は養殖みたいな。ああ、そうです。もうまさにそうです。そうです。和食と寿司屋で切り付けが違うんですよ。寿司屋はね、皮目を下にするんですよ。和食屋は皮目を上にします。それは今筋のところを切り取ってるってことですか？そうそうそう。はい。今日は薄めにカットされてる方ですか？これはちょっと薄めです。薄めで。薄めです。今油の方は結構落とされたっていう形ですか？あ、そうですね。油強いんで、めちゃめちゃ身が柔らかいんで、おすすめするマグロの部位です。他はそれどういう切り方をされてるんですかね？表皮の細かく切って、横に無数に切り込みを入れてですね。この切り込みの数で、柔らかさを調整しているような。あとはですね、握り込んだ時に切り込みが入ってないと負けないんですよ。それも一つありますよね。個体の大きい穴子を使っていますので、大きくするにはやっぱり訳があって、ふっくら感がやっぱり出るんですよ。のどぐろの串打ちもコツがあるんですか？のどぐろに限らずですけど、まずはまっすぐ出ることと、焼いてる最中にバランスを崩さない打ち方っていうのが注意点です。打ち上げた時にちゃんと安定してそこが当たるようにする。焼いてる最中に打ち方が悪いと身が崩れて落ちてしまうので、魚によって崩れない串打ちっていうのも違ってくるんですね。はい、打ち方とか広げて打つ打ち方もありますし、こういう打ち方もあれば、これはまっすぐ打つので平串って言いますよね。穴子もこれ一回焼くんですね。焼きます。はい。特に煮穴子ですね、焼くときすごいくっつくんです。だからこうやって串で僕はやります。煮ホタテ、これは爪を作ってそれにつけてる方法ですね。ホタテ自体に火が入ってるわけではないです。ただ表面には入れてます。生の食感をできるだけ残すように、完全に生でやると形が整わないんですよ。これは握りやすいように真ん中に切れ目をちょっとだけ入れる。切れ目を入れますね。このお米を使っているみたいな理由ってあるんですか？あります。コシヒカリは、茨城の常陸太田のコシヒカリを使っています。一番その粘り気が少なくて、噛み締めた時にぎゅっと旨味が広がるお米が茨城の常陸太田ですね。寿司酢はこれ赤酢ですか？赤酢ですね。はい。赤酢 100%。そうです、そうです。はい。砂糖と塩のバランスを、砂糖を若干入れて、塩ちょっと多めです。とろろですか？とろろです。はい。これはなんかこだわりあるんですか？これはとろろとあとウニの手合わせですよね。この組み合わせってこれを開発したのは僕のお店くらいじゃないですかね。いただきます。いただきます。いただきます。今日のまかないは何なんですか？タイのトマト煮です。タイのトマト煮ってどれぐらい期間かけて作られたんですか？半年くらいかかったんですよ。だからこんなに小さいんですよね。で、それを全部埋めてるんですよ。木のパズルみたいな感じです。パズルですね。すごい。落っこちてこないもんなんですか？起こしてこないですね。精密に組み込んでるんで、それが本当にこの特徴なんですね。す
ごい。作った甲斐がありましたよ。半年かかりました。素敵。ありがとうございます。これ僕自身もこの作品に関わっていて、その現地に行ってこのピースを全てはめる最終工程に僕が携わってた。もともと経験はどういったところでされてきて、今があるんですか？まず地元の群馬県で、寿司屋に入ってから東京に来て、学校に通いながら日本料理の勉強をずっとやってきました。その過程で今やっているのはそばにも出会い、そば屋での料理長の経験も経て今に至ります。うなぎの経験はいつどこで磨かれたんですか？そば屋でやってる時にうなぎ屋のお客様にお願いして、その休みの日にそのうなぎ屋に通うようになってそこでやらせていただきました。やっぱりその一流の仕事じゃないですけど、そういった中途半端な仕事よりもその一流の仕事を見たくてやってたことです。お蕎麦も出されるのは本当珍しいなと思って、それはなんでなんですか？もともとたくさんのスキルを身につけてきたつもりです。結局和食も寿司もそばもという形になった、自分本位ではあるんですけど、そういった自分の出せる全てをお店に積み込んだ、そんな形です。例えば外国のお客様が来た時に日本で来れる食文化は何かといったら、寿司だけにあらずというところで、僕みたいなお店も一つ形としてあっていいのかなと思ってます。ちなみに広尾って本当に寿司激戦区でめちゃくちゃお寿司屋さん多いと思うんですけど、はい、なんであえて広尾で戦おうって思われたんですか？そうですね、発信の場としては一番適していると思っていました。でそこでご縁があったのがこの広尾という土地であったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。どうも。いらっしゃいませ。おしぼりをご用意してます。前から上に外していただくように開けてみてください。お越しいただきありがとうございます。食事始める前に皆様苦手なものとか食べられないものがあったらありがとうございます。このタコに合わせて噛んだら旨味が出てくる系なので、東北系の日高みの綺麗な感じでちょっと口の中で伸ばしていただくじゃないですか。にアワビ出てくるので、ちょっと旨味強い系はちょっと口の中で、エキスがちょっと広がる感じでご用意をさせてもらえればなと。赤身のアイヤマって飲んだことないですか？でもアイヤマでちょっとほんのり甘みがあるというか上品なテイストが出てくるので、最初のお料理に出しても辛すぎず旨味華やかさがあるっていうことですね。こちらは島味の作り。住宅街油の強い島味ですが、今寝かして3日目、これをですねさっぱり召し上がっていただくために生姜、みょうが、大葉、しその花とこの巻いて召し上がっていただいております。ご縁があってなんかちょっとです。で今これ持ってるのはですね、これアワビの肝のくず餅なんですね。とろとろの食感で仕上げているので、まるでね肝のソースをね食べてるかのような食感になります。蒸し上げたアワビにくず餅、中にはですねレンコン餅と合わせて味を整えております。このマグロの大トロのカツですね、わさびとプラスの果汁をたっぷり絞っていただくことで油が口の中で中和されて消えるような食感で召し上がっていただきます。これはもうマグロに合わせる感じです。そうです。美八方の吉田倉湯っていう石川県のお酒なんですよ。その美八方の感じと衣のちょっと揚げてる感じの油分と合わせてもらうといいかなと思うので。そうです。でこれはうなぎの茶碗蒸し、コーンのすり流しを茶碗蒸しに仕立てております。コーンの甘みと、あとはうなぎのかば焼きとですね合わせて召し上がっていただいております。このためにお越しいただいてありがとうございます。その顔まずは金目鯛の
薬で。一日飲みます。よいしょ。はい。飲んでます。移り気の。いえいえいえ。はい。ありがとうございます。そうそう、ガリに巻いて。ああ、オリハやってるじゃないですか。そうだよね。これね、赤身の中トロ節のはい、これね、マグロのトロのおはぎ。このおはぎですね、中にべったら漬けを忍ばしているので、アクセントがアクセントになっています。もうやっぱ滑らかですね。結構食べ疲れっていう表現をされる方がいらっしゃるんです。例えば10貫、15貫食べ続けて食べ疲れる寿司って一個一個はやっぱり強いんですよ。全てはやっぱりバランスなんで、ボリュームも味付けも10貫食べた時にちょうどいい。それは常に考えてます。いいものがある。それだけ肉厚だからこそ甘みが強く出せ甘み強いでする。ね。甘みが包丁の風で調整できますから、舌に触れるし面積を増やす。はい、これはヤングコーンを炭火で焼き上げております。じっくり火を入れることによってね、甘みがすごい強く感じると思います。長野県のね、安曇野でミネラルウォーターを作っている会社が日本酒を作っておりまして、名前がミネラルウォーターの峰と長野の北山岳の峰。かつてで華やかさ、口に入れた時の広がりがすごい強いです。ところは手巻きで海苔がやっぱり油を吸ってくれてるので、油がすごい強い分海苔をね使うとバランスがいいです。炙るんですか、食前に。直前に炙ってパリパリに仕上げてます。よし。うわ、油乗ってるな。すいません。はい、すいません。富山の白いんですか。そうです。感じの美味しい。うまい、とった。うまい。家ずっとそれからがうまい。それはもうちょっとお遊び的な部分で、はいチョコをいっぱいでしか出さないんですけど、結構なんか粗味のザ日本酒、ちょっとアルコール感もしっかり、こういう楽しみ方もありますよぐらい楽しみがある。まず一つずつちょっとお出ししていくの。これがアワビスが。こういう長野のお酒ですね。今度は長野の諏訪。そうそう。僕は30代とか。前これが。これはもう完全にぐるぐる混ぜて、はい、違う。はい。ウニを崩して、もうとろろとも全部ね合わせてるんですよ。繊維破壊する感じで。そうですね。この辺を合わせて。だしと海藻とあとは果汁です。温かいそばのハマグリ。最後のこれ西にそば。うわー、美味しすぎる。最後の西そば。それ何作ってるの？出来たてのわらび餅です。まずはそのまま召し上がっていただいて、黒蜜を少量かけながら食べていただくといいと思います。もう全て手作りでやっているので、アイスも全部うちで作ってます。できること全部やろう。そうですっていう精神で今もやってますね。ありがとうございました。ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。ぜひお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。